不動産屋さんの階段です。人が集まるところに怪奇現象も起こりやすいですが、意外と百貨店の建物でもいろいろ不思議な話を聞くことがあります。さて、これは今から数十年前のとある地方都市の有名百貨店で起きた話です。その百貨店を仮に A デパートとしておきます。百貨店にありがちですが、 A デパートは江戸時代の呉服屋が原点で、歴史を感じさせる古い建物だったそうです。これはその A デパートの4階の紳士服売り場に勤めていた仮名ですが岡村さんという女性の方が体験したお話です。その A デパートのフロアですが、両側に1台ずつのエレベーターがありました。フロアの真ん中にエスカレーターがあり、それを挟んで南側の半分だけ改築されて近代的なおしゃれな内装になっていたそうです。そしてその残りの北側半分は昭和の初めの古い建物のままで、北側にあるエレベーターもその古い設備のままでした。A デパートの1階の南側は映画館だったのですが、時代の流れで改築後はブランド物やアクセサリーの売り場に変わったそうです。それは岡村さんがちょうど4階の紳士服売り場の責任者になったばかりの頃でした。その日はシフトの早番だったそうで、朝の8時半に出勤したそうです。まず接客の声掛けの練習、それからミーティング、そしてフロア長からスケジュールを受け取り、それぞれの売り場に分かれて開店に備えていました。その朝は岡村さんは開店の際に1階の店頭でいらっしゃいませの号令をかける当番だったそうです。その当番では途中同じ4階の北側の警備室によって夏季点検簿を受け取り、1階のインフォメーションに持っていかなくてはなりませんでした。ですから岡村さんはデパートの北側の古い建物の部分に行く必要がありました。実は岡村さんは新人の頃からなぜかこの北側の古い建物の部分に行くのが苦手でした。ただ古く陰気な雰囲気がしたからではなく、そこから突然空気感が変わり違和感があったということでした。しぶしぶ岡村さんは北側の警備室に早歩きで行き、点検簿を受け取ると逃げるように4階の北側にある古い設備のエレベーターに駆け込み、そして1階まで降りることにしました。エレベーターに一人で乗り込むと、毎回のことですがきしむ音を立てながら鉄格子のドアが閉まりました。岡村さんは旧式の使い込まれた丸いボタンの1階を押したそうです。そしてゆっくりとエレベーターが動き出しました。するとグーンというモーターの妙な音がすると、突然ガタガタンと右に大きく揺れたそうです。何事と岡村さんが慌てたと同時に、エレベーターの内部の天井が岡村さんの体を押しつぶしに来たかのように空圧で迫ってきました。それはまるで潜水艇が水圧に押しつぶされていくような、あるいはスクラップで潰される車の中にいるような感覚だったそうです。焦った岡村さんはとっさに緊急用の赤いボタンを連打すると、エレベーターは3階でストンと止まり、ドアがきしみながら開きました。岡村さんは即エレベーターから転がるように脱出したそうです。恐怖で髪は乱れヒールが脱げそうでした。一体何が起きたのと思い、すぐエレベーターを振り返ってみたそうです。するとそこにはぽっかりと扉が開いただけのいつものエレベーターがありました。岡村さんは今あったことが信じられませんでした。呆然と点検簿を握りしめ、エレベーターのすぐ脇にあるコンクリートの階段の手すりにつかまりながら急いで降りていきました。そして1階にたどり着くと、そこには同期のエレベーターガールの友人がいたそうです。岡村さんのひどく慌てた様子を見て、友人は岡村さんどうしたのと声をかけてきました。
そこで岡村さんは友人に今エレベーターで会ったことを話したそうです。するとエレベーターガールの友人は顔色を変えました。そして岡村さん、同じようなことここの清掃員のおばちゃんも体験してるのよ。それでその時騒ぎになったのよねと教えてくれました。そして当然エレベーターの点検も念入りにされたのですが、どこも異常がなかったのでうやむやになったということでした。さすがに岡村さんはぞっとしたそうです。その後開店の声掛けも済んで、お客さんたちが続々と店内に入っていきました。岡村さんは北側に戻るのが怖く、南側のエレベーターで持ち場の4階に戻ったそうです。さて、その日の休憩時間に岡村さんは従業員食堂でコーヒーを飲んでいました。するとそこに古くからいる食堂の調理担当の年配女性 S さんがやってきて、岡村さん、朝北側のエレベーターで怖い思いしたんだってと話しかけてきました。その調理担当の S さんはデパートが戦災で焼け残った直後から働いている人で、1階に映画館、その正面に路面電車の停留所があった時代のことなど昔をよく知っていました。その S さんは先ほどのエレベーターガールの友人から朝の話を聞いたようで、岡村さんにあの北側はね、いろいろあるのよと言ってこんな話をしてくれました。それはデパートの建物の南側が改築される前の旧店舗だった時代のことでした。ある男性従業員が盗難事件で犯人と疑われて、それを苦にして4階の北側エレベーターホールのすぐ近くにある非常口から飛び降りたそうです。当時日本に上陸したばかりの有名ハンバーガーチェーン店とデパートの間にある一方通行の道路に男性の体は叩きつけられ、全身打撲で亡くなったということでした。そしてそれからでした。デパートの北側のエレベーターホールでおかしな圧迫感やエレベーターの不自然な動きが起きるようになったそうです。そしてそれと関係あるかは分かりませんが、デパートの階段の踊り場にトイレがあるのですが、その左側にある女子トイレでおかしなことが起きるようになったというのです。ある女性がトイレの鏡の前で手を洗っている時でした。その時彼女以外誰もトイレにはいなかったそうです。するとふと自分の背後に何かがいるような気配がしたので、正面の鏡を見ると、そこには背中を向けた男性が一瞬ですが映っていたのです。なぜか男子トイレではなく、この背中を向けた男性は女子トイレの鏡の中だけに現れたそうです。このほんの少し鏡に映る男性の目撃談はエレベーターの怪現象に隠れてあまり取り上げられなかったのですが、その男性は飛び降りた従業員なのではないかと S さんは言っていました。この話を聞いて、もともと北側の部分に違和感を感じていた岡村さんは、それが自分の気のせいではないと確信しました。そしてそれからは北側のエレベーターやトイレには接近しないように心がけたそうです。そしてしばらくしてからです。北側の古い部分も南側のように改築され、新しいエレベーターやエスカレーターも設置されて、若い人向けの店舗ができたそうで、古い建物の面影は全くなくなったということでした。その後岡村さんは結婚を機に退職し、今も営業するデパートで怪奇現象があるのかはわからないのですが、他の従業員の方からも古いトイレにまつわる話は聞いているとのことです。これは補足ですが、今現在そのデパートを解体して高層マンションを建てる計画が浮上しているそうです。もしマンションが建ったら、あの北側の4階部分にあたる部屋におかしな現象が引き継がれるということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。